こんにちは。今回は前回シートワックスで作った桜モチーフの指輪の仕上げについて、ジュエリー講師歴25年の僕が解説してまいります。今回使用する主な道具はヤスリ、ラウンドカッター、ロールサンダー、シリコンポイント、フェルトバフ、布バフでございます。研磨剤についてはノンクロンという研磨剤を1個だけ使用しております。仕上げについてはいろんな道具やバフと研磨剤の組み合わせもありますので、今回の動画は仕上げの一例として参考にしていただければと思います。今回の工具の詳細については概要欄にリンクを貼っておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。なお今回の作品は鋳造の際に巣やかさぶたのような地金の重なりができてしまいました。これらは鋳造上の欠陥になりますが、どの鋳造工場でも起こり得ることです。僕らはこのような欠陥の対処方法を知らなければいけませんので、この動画の最後の方でその対処方法についてお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。それでは早速仕上げていきましょう。ジュエリークラフトへようこそ。このチャンネルでは彫金やワックスモデリング、ジュエリー制作に関するノウハウをご紹介しております。またチャンネル登録いただけていない方は今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いします。まずはじめに鋳造した作品には湯道とか湯口、スプルーと言われる地金の流れ道となった棒のような突起があります。これ今回はですね、結構長く残っていたので糸のこで一旦切り落としました。ラウンドカッターで湯口の跡を削って整えます。ついでに指輪内側のデコボコした面もラウンドカッターで鳴らしておきましょう。ラウンドカッターの後をロールサンダーで鳴らしておきます。芯金に指輪を入れて木槌で叩き、内側を深淵に打ちます。今回のデザインは表に桜のモチーフがありますので、表はあまり叩かないようにしておきます。ある程度叩いたら芯金の太い方から見て隙間がないかどうか確認してください。隙間がないことを確認できたら芯金から指輪を抜いていただいて反転させて反対側からも叩きます。先ほどと同様に芯金の太い方から見て隙間がないことを確認してください。隙間がなくなって指輪が深淵になったら芯金から指輪を抜きます。指輪の内側を油目のコウマルヤスリで整えます。ヤスリの先端から出て、かけ終わりはヤスリの根元に来るよう大きくかけて均一な面を出してください。指に当たる部分も丁寧にヤスリがけしていきます。ヤスリがかけ終わったら600番のロールサンダーをかけます。先ほどのヤスリの跡をこの600番のロールサンダーできれいにしてください。指に当たる部分も丁寧にかけてくださいね。600番のロールサンダーをかけ終えたら、次は1000番のロールサンダーをかけます。先ほどの600番のロールサンダーの跡をきれいにします。次に細かなシリコンポイントでデザインの細部を整えます。このポイントが入りそうな部分は全てかけておきます。
次に目の細かいシリコンポイントで全体的に磨きます。指に当たる部分も丁寧にかけてください。指輪の内側、表面、側面、このポイントで磨けそうな部分は全て磨いてください。でこのポイントで磨けない部分は細かなシリコンポイントに付け替えて磨いてください。シリコンポイントは形がたくさんありますので、磨きたい場面に合わせて付け替えて全体的に磨きます。でこのシリコンポイントの時点で目立つ傷は完全に消しておいてください。フェルトバフに今回はノンクロンという研磨剤を吹き付けて全体的に磨いていきます。このフェルトバフで磨けそうなところは全て磨いてください。指輪の内側も丁寧にかけておきましょう。時折ティッシュで拭いて仕上がり具合を確認してください。布バフに付け替えて研磨剤をこすりつけ全体的に最終仕上げを行います。布バフは細かいところまで入り込みますので、少し押し付けるような気持ちでバフがけしてみてください。研磨剤は適宜たっぷりつけてあげましょう。フェルトバフの時と同じように時折ティッシュで拭いて仕上がり具合を確認してください。全体的に磨けたら洗浄して完成になります。お疲れ様です。ちなみに今回の作品は鋳造の際に巣やかさぶたのような地金の重なりができてしまいました。これらは鋳造上の欠陥ですけども、ロストワックスにはつきものですので、どの鋳造業者でも起こり得ます。だからこういった巣やかさぶたのような地金の重なりなどはその対処方法を知っておく必要があるんですよね。かさぶたのようなものはヤスリで削って整えます。また巣については巣の深さにもよるんですけども、今回はヘラで潰して消すことができました。でこれらのやり方については今日全部話すと長くなってしまいますので、また別の動画でこの対処方法をご紹介したいと思います。はい、以上今回はシートワックスで作った桜モチーフの指輪の仕上げについて解説してまいりました。いかがだったでしょうか。今回の動画が少しでも役に立った、ためになった、面白かったと思った方はグッドボタンお願いします。まだチャンネル登録いただいていない方はチャンネル登録もぜひお願いします。なお、総メンバー数800人を超える僕のオンラインジュエリースクールでは、仕上げについてや彫金の基礎、石留めまでジュエリー制作についてしっかり学ぶことができます。講師からの添削アドバイスだったり、他人に知られることなくプライベートに相談できる個別質問相談もめちゃくちゃ人気です。ディスコードのコミュニティでは、あなたと同じようにジュエリー制作を勉強している人約200人が在籍しています。独学でつまずきながら一人で悶々とするのではなく、僕たちと一緒に楽しく学べるオンラインジュエリースクールです。気になる方はオンライン彫金教室で検索してみてください。無料のお試しプランももちろんありますので、まずは気軽にチェックしてみてくださいね。それではまた次回のジュエリークラフトお楽しみに。バイバイ。